どうも熊吉です。本日は新宿駅にやってまいりました。実は駅に直結している京王モールの地下に激安ボリューミーなカレーを提供する老舗があることはご存知でしょうか。今回お伺いするのはまさにそのお店、カレーハウス11今さです。私もかれこれ10回以上は行っている行きつけのお店です。現在もなんだかんだで月1ぐらいの頻度でお店に訪れています。創業は1964年、なんと前回の東京オリンピックと同じ年に開店しているとか、去年創業60周年を迎えています。かなりの老舗です。一時期は土日の営業を取りやめていた時期もありました。私含め多くの方がカレー不足に悩まされたことでしょう。最近再び土日営業を再開してくれたので非常に助かっています。ちなみに土日営業を取りやめていた間は前職で出張で長野に行く際などに急行に乗り換えるために新宿駅に寄っていましたので、その時にお店を利用していました。出張先で客先や上司に詰められることを憂いながら最後の晩餐の気持ちでキーマカレーをやけ食いしていました。出張から帰ってくると激詰めされたストレスを発散するためにまた店に寄ってビッグチキンカツカレー、ご飯大盛りルーマシをやけ食いしていました。たびたび鬱になる長野出張や茨城出張、たまにどっちもが重なっていたことも10回以上も店に訪れるきっかけとなりました。前職は出張手当が渋い会社だったので、この店には何回も助けられています。なお、現在投稿者は転職先で適応障害になり休職中です。いわゆる B2B ってやつですね。1日2回食べても大満足のボリューミーかつリーズナブルなカレーをオールウェイズ提供してくれる今さはそんなお店です。さて、無駄口叩いているとお店に到着しました。このお店、客入りがかなり激しいです。そして異常な速さの回転速度を誇ります。なので、出張で乗り換えにあんまり時間ないから駅近でさっとでも美味しいものを食べたい。なんなら安く済ませて出張費ピンハネしたい。そういう方に非常におすすめのお店です。それでは食券を買いましょう。なお、券売機は交通系 IC または現金に対応しています。私のように調子に乗ってトッピングマシマシのカレーを食って出張先の駅でスイカの残高不足でもたつかないように注意しましょう。今回注文したのはこの店の看板メニューであるビッグチキンカツカレーです。食券を買った後は店員さんの案内に従って席に移動しましょう。ちなみに席はカウンター席のみです。卓上には福神漬け、ソース、ガラムマサラ、カレーホットがあります。前はカッパ漬けもあったんですが、一時期の土日休業の後になくなってしまいました。今でもお店に行くとたびたびリピーターの方が店員さんにカッパ漬けはなくなったんですかと聞いている光景を目にします。なお投稿者、この店でカッパ漬けにドハマりし、冷蔵庫に常備している模様です。このお店、揚げ物系はどれもうまいのですが、めちゃくちゃ提供が早いです。なんとあらかじめ作って、専用の容器で保管と保温を行う徹底ぶりなので信じられないと思いますが、スマホ2台分ぐらいのチキンカツが乗ったカレーが5分もしないで届きます。さて、それではカレーをいただきます。うまい。どこか懐かしさを感じる。それでいてほのかにスパイシー。ちょっと背伸びした子供が恐る恐る食べるような。それでいて大人になってもしっかりうまいと思うような、そんな味です。チキンカツはサクサクジューシー。そしてでっかい。下味もしっかりついているので存在感抜群です。そしてカレーとの相性は言わずも。すかさず福神漬けを口の中に放り込みます。カレー、チキンカツ、ご飯、この中にシャキシャキ食感と優しい甘さが加わります。ベストマッチです。実は私、ほんの数年前まで福神漬けの存在価値がわかりませんでした。しかし、これまた新宿にあるキーマカレーの老舗、ハイチで意を決して福神漬けとともにカレーを食べたところドハマりしてしまいました。今まで私は何を食っていたんだ、それぐらいの衝撃です。よく大人になったら良さがわかるというようなことを耳にしますが、私にとって福神漬けはまさにそれに当たると思います。そうこう言ってるとカレーを食べ終わってしまいました。皿には半分以上のチキンカツが、皆さんこれでまだ半分ぐらい残ってるんですよ。かなりの量ですよね。さて、それではまずカツの味変を行います。まずソースをかけます。そして、インド風ラー油とも言うべき風味のカレーホットを少し。これかけすぎると激辛になるのでご注意ください。最後にスパイス感の強いカレー粉といった感じのガラムマサラをかけて完成です。それでは一口、うまい、チキンカツ。ありふれたメニューですが、この味変を行うことでこの店唯一のものになります。続いてはカレーをおかわりしましょう。卓上にあるメニューの通り、数種類のカレーを激安でおかわりできます。今回はポークカレーにします。これまた早い。3分ぐらいできました。それではご飯に味変したチキンカツを乗せて、ポークカレーをかけて、
完成です。それではいただきます。うまい。さっきのカレーは甘口のチキンカレーでしたが、こちらはよりスパイシー。そしてパンチがガツンと効いています。そこにうますぎる味変チキンカツが合わさります。私捕まったりしませんよね。ちょっと心配になります。そのぐらいのうまさです。そしてドカッと盛り付けた福神漬け第2陣を口に放り込む。マリアージ。これだからやめらんねえんだ。最高。カレーうまい。チキンカツうまい。カレーとチキンカツうまい。あ、福神漬けなくなった。そういえば補充何回目だっけ？あ、気がつけばお皿はすっからかん。まるで白チュームです。名残惜しいですが、ここまでのようです。ごちそうさまでした。また来ます。今回は頼みませんでしたが、この店キーマカレーも激うまです。ジューシーなひき肉、ガツンと辛いスパイス、トマトのコクと甘み、温玉のまろやかさ、最高のルーとともにご飯と福神漬けをかっこむ、たまらない一品です。どうせ一回お店に行ったらもう一回行くことになると思いますので、ぜひキーマカレーも試してみてください。ちなみにトッピングはビッグチキンカツ含め多数のお惣菜があります。好みのカレーやトッピングを試して、僕の考えた最強のカレーを作り上げましょう。中毒性が高いのに育成要素もある、本当に恐ろしい店です。本日のデザートは近くのコンビニのイートインでブラックサンダーアイスを食べました。クッキーのザクザク食感、圧倒的チョコ感、それらをコーヒーで流し込む。カロリーに目をつむれば最高のデザートです。なお私はビッグチキンカツ食った上にカレーをおかわりしているのでカロリーもへったくれもありません。じゃんじゃんバリバリ食べます。ダイエットは明日から。皆さんぜひ試してみてくださいね。本日の動画以上となります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。